空中哲学チャンネルへようこそ。今日は21世紀の新しい組織モデルについてお話しします。このモデルは家庭、企業やその一部門、非営利団体やコミュニティ、さらには国家にまで応用でき、組織のメンバーが自己を発見し、自己実現を果たすことで、絶えず成長し続ける組織を作り出すことができるものです。はい。皆さん、明日オフィスに出社したところをちょっと想像してみてください。あなたが今取り組んでいる大事なプロジェクトのために、突然会社の CEO がやってきて、あなたのパーソナルアシスタントとして働き始めるんです。ほう。あなたのスケジュールを細かく管理してくれたり、必要なデータを集めるのを手伝ってくれたり。で、極めつけは、数百万円規模の予算の最終決定権を現場のあなたに完全に委ねてしまうんですよ。なかなかすごい状況ですね。ええ。なんていうか、まるでファンタジーみたいな話に聞こえません？でもですね、2500年前の古代哲学によれば、これこそが現代の組織が生き残るための究極の戦略だというんです。そうなんですよ。今回のディープダイブでは、そうした古い常識を根本から覆す壮大な哲学でありながら、極めて実践的なシステムでもある日本システム論の世界へと皆さんをご案内します。今日はこの画期的な理論の共同著者である専門家をお招きしています。本日はよろしくお願いします。こちらこそお招きいただきありがとうございます。よろしくお願いします。先生方の理論を本当に面白くて。ありがとうございます。私たちが今日お話しする日本システム論というのは、単なるビジネスの効率化とか、そういう小さな枠に収まるものじゃないんですね。もっとスケールが大きいと。ええ。人間がどのように集まって組織を作り、そしてどう生きるべきかという非常に根源的な問いに対する私たちからの一つの答えなんです。よし、これを紐解いていきましょう。まず私が一番驚いたのは、というか正直混乱したのが、この理論の土台となっている2つの思想の組み合わせなんです。なるほど。孔子とルーマンですね。そうです。片方は約2500年前の東洋の哲学者である孔子。で、もう片方は20世紀ドイツの社会学者ニクラス・ルーマン。この2つを組み合わせるって、いや本当にラーメンの中にアイスクリームを入れるくらいとんでもなく違和感のある組み合わせに思えるんですが、なぜこの2つなったんですか？ラーメンとアイスクリームですか。でもですね、まさにその強烈な違和感こそが私たちが探していたものだったんですよ。違和感が必要だった？はい。まず、ルーマンの社会システム理論について少しお話しさせてください。この理論は、社会学の中でも極めて冷徹というか、人間を中心としない非人間中心主義的な構造を持っているんです。非人間中心主義的？なんかすごく冷たい響きですね。そうなんです。ルーマンはですね、社会システムというのは、コミュニケーションだけで構成されていると考えました。つまり、人間そのものはシステムの内部にいるのではなく、システムの外側にある単なる環境に過ぎないと定義したんです。人間がシステムの外側の環境ですか？それはかなりドライというか、人間味がないですね。まさに。ルーマンによれば、システムが崩壊せずに存続するためには、内部と外部を明確に分ける境界の維持、つまり閉鎖性が絶対に不可欠だと説いたんですね。外との間にきっちり壁を作るわけですね。その通りです。一方で、孔子の2の思想はご存知の通り極めて人間臭いです。道徳的で他者への温かい思いやりや共感が根本にありますよね。全く逆のベクトルじゃないですか。そうなんですよ。でもここで非常に興味深いのは、この冷徹なシステム論と温かい人間学という一見相反する要素を掛け合わせることで、初めて普遍的なシステムが構築できると私たちは気づいたんです。ちょっと待ってください。考えれば考えるほど不思議なんですが、そのルーマンの言う境界線の維持という概念が、先生方の今回の理論ではなぜか中心化という言葉に置き換えられていますよね。はい、中心化です。境界線を引くことと中心を作ることがどう結びつくのか、少し飛躍があるように感じたんですが、どういうことなんでしょうか？非常に鋭い指摘ですね。これ私たちも研究していてはっと気づいた部分なんですが、ルーマンの言う厳格な境界線を作るという行為は、実は組織や個人のアイデンティティを確立するプロセスそのものなんですよ。アイデンティティの確立。生物の細胞を想像してみてください。細胞ですね。はい。細胞が生きるためには、まず自分と外界を隔てる壁、つまり細胞膜が必要ですよね。この壁、境界線があるからこそ、ここから内側が私であるという強固なアイデンティティ、すなわち中心が生まれるわけです。
ああ、なるほど。細胞膜があるからこそ自分という中心が存在できるんだ。すごく腑に落ちました。組織におけるこの壁というのは、揺るぎないビジョンや独自性のことです。これを私たちは中心化と呼びました。孔子の思想で言えば、2を現実世界で実践して独自の価値を発揮する2の要という部分にあたります。自分たちの確固たる軸を持つということですね。そうです。しかしですね、細胞って完全に壁を閉ざしてしまえば、栄養を取り込めずに餓死してしまいますよね。確かに。外界から栄養を取り入れて、不要なものを出すためには、環境に対して開かれていなければなりません。これがルーマンの言う開放性なんです。なるほど。そして私たちはこれを他者や環境とつながり、自己のエゴを手放す脱中心化と定義しました。脱中心化。それが孔子の思想ともつながるんですか？はい。孔子で言えば、2の本質である空空ニアや、つまり自分の心を完全に空っぽにして、先入観なく他者を受け入れる状態のことですね。つまり、強固な自分を持つことである中心化と、自分を空っぽにして他者を受け入れることである脱中心化という全く逆の動きを同時に回すということですか？その通りです。この2つは常に矛盾します。でも、このパラドックスに直面して、それを絶えず乗り越えていくプロセスこそが、組織を生命力あふれるものにする原動力なんです。これが私たちが提唱する人本システム論の核心部分なんですね。ここからが本当に面白いところなんですが、今お話しいただいた哲学的な基盤が、じゃあ実際の組織の中でどう機能するのかを考えてみたいんですよ。はい。実践の部分ですね。この理論の中では、動体的倫理という言葉が使われていますよね。私たちがよく知っている従来のピラミッド型組織と比べて、リーダーやメンバーの役割って具体的にどう変わるんでしょうか？最も大きな変化はですね、リーダーがつまりタスクの管理を完全に手放すということです。タスクを手放す。リーダーは人のケアと文化やビジョン、つまり意義の構築にのみ専念します。そして具体的なタスクの実行とかリソースの配分、意思決定なんかは全て現場のワーカーに委ねてしまうんです。なるほど。権力や役割が状況に応じて流動的に変化していくので、これを動体的倫理と呼んでいるんですね。想像してみようと思うんですが、もし私がチームのリーダーだとして、タスクの管理や意思決定を現場のメンバーに丸投げしたとしますよね。はい。私の率直な恐怖としては、これ大混乱が起きるんじゃないかということなんです。もし私のチームメンバーがとんでもない決断をして会社に大赤字を出してしまった場合、クビになるのは彼らですか？それともリーダーである私ですか？クビになるべきは間違いなくリーダーであるあなたです。いやいや、決断をしたのは現場のメンバーですよ。なのに私がクビですか？そうです。なぜならですね、そのワーカーが間違った決断を下すような文化やビジョンしか作れていなかったこと、あるいは失敗から学ぶための心理的安全性を構築できていなかったこと、これこそがリーダーの最大の失敗だからです。うわー、厳しいですね。タスクを手放すということは、決して責任を放棄するということではないんです。むしろ自分が全てをコントロールしているという人間の強烈なエゴ、つまり中心化を手放すという非常に高度でタフな精神的作業なんですよ。なるほど。よくマネジメント理論なんかで、リーダーはオーケストラの指揮者になれって言いますけど、あれとは少し違う気がしてきました。ほう、どういうことですか？指揮者って全員をまとめてはいますけど、演奏中にいきなりバイオリン奏者と場所を交代したりはしませんよね。動体的倫理ってもっと流動的なイメージを受けました。その通りです。オーケストラのメタファーは少し役割が固定化されすぎていますね。より適切な例えを出すなら、ジャズのアンサンブルとかオープンソースのソフトウェア開発なんかが近いです。ジャズのアンサンブル。いいですね。詳しく教えてください。ジャズのセッションでは、全員がプロフェッショナルとして集まっていて、共有されたリズムやコード進行、つまりビジョンや文化を持っていますよね。ベストなるルールですね。そして、曲の途中で、例えばトランペット奏者がソロを取り始めたとします。その瞬間、彼はその音楽空間における絶対的な君主、つまりリーダーになるんです。はいはい。その間、本来のバンドリーダーであるはずのピアニストは、彼を際立たせるための進化、フォロワーへと説いて、徹底的にサポートに回るんですよ。つまり主役が入れ替わると。そうです。そして数分後には、今度はベーシストが君主になって、トランペットが進化になるわけです。面白い。
孔子の君は君たり、臣は臣たりという有名な言葉がありますけど、あれってミードン制度の固定化という意味じゃなくて、タスクや状況に応じて君主と臣下の役割がジャズのソロのように常に入れ替わるという解釈なんですね。まさにその通りです。だからあなたがもし正社員であっても、任された仕事のソロパートにおいてはあなたが社長であり、本当の社長はあなたのアシスタントになるんです。冒頭でおっしゃっていた例えですね。いやー、つながりましたね。社長がアシスタントになるってそういう意味か。ええ。それによって、ワーカーは単なるシステムの歯車ではなくなります。仕事を通じて自分自身の存在意義を発見して、最大限の創造性を発揮できるようになるんです。この動体的倫理、ビジネスの現場で実現できたら本当に素晴らしいと思います。ただですね、職場で自分のエゴを手放すほどの高い精神的成熟が求められるとなると、私たちは一体どこでその振る舞いを学べばいいのかと疑問に思うんです。と言いますと？だって、企業の週末の研修合宿なんかでいきなり身につくようなものじゃないですよね。これってもしかして子供時代の経験とか、もっと根本的なところに遡るんでしょうか？まさにそこが核心です。私たちは、家庭というものを人間が生まれて最初に触れる最も重要な組織だと捉えているんです。家庭も組織の一つなんですね。ええ。家庭という最小単位の組織で、この動体的倫理を実践できるかどうかが、その後の個人の人生、ひいては社会全体を大きく左右することになります。では、地元家庭というのは具体的にどういうものなんですか？家庭における中心化とは、夫婦や家族の間でビジョンや家訓、つまり暗黙のルールや文化を築くことです。これを私たちは信仰の教育と呼んでいます。信仰の教育ですか？ええ。宗教という意味ではなくて、子供に対して自分がどこに属しているかという揺るぎない信念や安全基地を提供するプロセスのことです。なるほど。しかし、これだけだと親の価値観を押し付けるだけの非常に息苦しいシステムになってしまいます。そこで不可欠になるのが家庭における脱中心化、すなわち自信の教育なんです。自信の教育？それは親が子供をたくさん褒めて伸ばすみたいなことですか？いや、単なるおだてではないんです。親が、つまりリーダーが意図的かつ本気で権威を手放すということです。権威を手放す。親がですか？はい。先ほどの空空如也、つまり自分を空っぽにして無知をそううんです。そして子供が自分で考え行動し、さらに教える側になるという余白を与えるんですね。無知をそう。でも親ってどうしても自分の方が人生経験が豊富で何でも知っているんだという態度をとってしまいがちですよね。私自身もそうですけど。ええ、わかります。でも日常のほんの些細な場面で構わないんですよ。例えば子供が新しく買ったスマートフォンの設定とか最新のアプリの使い道に詳しかったとしますよね。はい。よくある状況ですね。この瞬間、日本古体の動体的倫理が発動するんです。親は自分が大人だというプライドを完全に捨てて、本気で子供に教えを請うんです。本気で。そうです。子供が教える側、つまりリーダーになり、本当の親が学ぶ側、フォロワーになるんです。なるほど。ジャズのトランペットのソロパートがここでは子供に回ってきたわけだ。そうそうそう。それどうやるの？パパに教えてって本気で頼るんです。家庭内でこの役割の逆転を日常的に実践することで、子供は、自分は世界に影響を与えられる人間なんだという強烈な自己効力感と自信を自然に身につけていきます。素晴らしいですね。親の所有物としてではなくて、自己の意義を持ちつつ他者を受け入れることができる自立した個人。これを私たちは日本個体と呼んでいるんですが、そういう人間に育っていくんです。いやー、耳が痛いですね。宿題やったのとか、あれはダメ、これはダメって事細かにマイクロマネジメントをしてしまうのは、実は親自身が不安だから、つまり自分のエゴを手放せていないからなんですね。そういうことです。親が環境と文化だけを整えて、タスクそのものは子供に委ねてしまう。ビジネスにおける優れたマネジメントと、家庭における優れた子育てというのは、実は根本的なメカニズムが全く同じなんですよ。いや、本当に面白いです。さて、家庭という最小単位で私たちがエゴを手放すことを学ぶのだとすれば、さらにスケールアップして考えてみたいんです。はい。社会の最大単位である国家、あるいは教育システムといった巨大な官僚組織の病理に対して、この理論はどうアプローチするんでしょうか。私たちは現代の政府や教育といった巨大なシステムが
深刻な行き過ぎた中心化に陥っていると指摘しています。行き過ぎた中心化ですか？ええ。巨大化したシステムというのは、自分を維持すること自体が目的化してしまうんです。効率やルール、数値目標を意思上命題としてしまいます。はあ、わかります。その結果、生身の人間そのものをシステムに対するノイズ、あるいはただの環境として排除し始めるんですね。私たちはこれを非人間化、あるいは顔の喪失と呼んでいます。顔の喪失。現代の学校なんかはまさにそうかもしれませんね。テストの点数とか偏差値という単一の物差しで生徒を仕分けしてシステムに適合する部品を作っているような感覚がありますよね。そうですね。だからこそ日本教育はこれを自信の教育へと転換させるんです。教師は絶対的な正解を与える牽引者という立場を手放します。指導者ではなくなるんですね。ええ。生徒自身が自分の内なる才能や意義、つまり中心化を発見するためのガイド役に徹するんです。そして、これと全く同じ構造の病理が政府や行政機関にも見られるんですよ。お役所仕事ですね。私たちもよく経験しますよ。市役所の窓口に行って書類に意味のないハンコが一つ足りないってだけで窓口の担当者が無表情でシステム上対応できませんって繰り返すあれですよね。まさにそれです。目の前に困っている人間がいるのにシステムという巨大な壁に阻まれているあの絶望感、本当に顔が喪失していると感じます。そうなんです。官僚制の最大の弊害というのは、公務員が規則やマニュアルの奴隷になってしまうことなんですね。そこで日本政府という概念が登場するんです。日本政府。はい。日本政府では中央集権的な権力と資源を徹底的に分散化して最前線の現場の公務員に強大な裁量権を与えます。でもちょっと待ってください。窓口の担当者が全員自分の判断で勝手にルールを曲げ始めから、それはもう無政府状態というかアナーティーになりませんか？エコひいきとか汚職の温床になる気がするんですが。そこが最も重要なポイントなんですよ。日本政府は単なる無秩序やアナーキーではありません。なぜならその根底には強固な中心化があるからです。中心化ですか？ええ。私たちの政府は何のために存在しているのか、つまり市民の幸福のためだという揺るぎない共有ビジョンです。現場の公務員に裁量権を与えるというのは法律を破っていいという意味ではないんです。はい。法律の究極の目的を達成するために目の前の市民の事情に合わせてプロセスの適用方法を自ら工夫する権利を与えるということなんですよ。つまりこれらすべては何を意味しているのでしょうか？ルールの手順を守る奴隷になるのではなくて、ルールの目的を守る君主になれということですね。まさにその通りです。だからハンコが一つ足りなくても、別の私文証内書で本人確認という目的が達成できるなら、現場の判断で受理して市民を助けることができる。そして、その現場の決断をシステム全体がバックアップする。これが日本政府なんですね。ええ。それによって、公務員がルールの奴隷から解放されて、市民の顔を再び見るようになるんです。人間らしい共感を持って問題を解決する。それが動体的倫理の国家レベルでの実践というわけです。なるほど。あなたがもし窓口に座る公務員や教室に立つ教師、あるいは会社のマネージャーや家庭の親だとしたら、ただ上から降ってきたルールや古い慣習に盲目的に従うのではなくて、目の前にいる生きた人間のために、このルールをどう解釈し、どう適用するかをあなた自身が責任を持って決断しなければならないということですね。はい。そしてメンバー全員にその決断の期待、つまりジャズのソロパートを与えて、彼らが自己実現できる環境を構築し続けることこそがリーダーの真の役割なんですよ。いやー、本当に圧巻の理論でした。孔子の哲学とルーマンの社会システム理論が融合して、見事に現代の私たちが直面している問題の処方箋になりましたね。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。さて、そろそろまとめに入りましょうか。今日私たちは個人の心構えである認可体から始まって、家庭、企業、そして教育や国家政府に至るまで、あらゆる組織を貫く一つの法則を見てきました。はい。自分たちの確固たるビジョンを持つ中心化と、そのエゴを潔く手放して他者や環境に権限を委ねる脱中心化。この一見矛盾する往復運動を絶え間なく続けることが、いかに私たち人間を豊かにし、組織を生命力あふれるものにするかが理解できたと思います。リーダーが自を手放して空々にややの精神で無知を遭遇、他者から学ぶ勇気を持つこと。
それによって誰もが主役になれる動体的倫理が生まれて、組織は永遠に生々流転していくんです。素晴らしいですね。最後に今日議論された資料の内容を踏まえて、私からリスナーの皆さんへ一つ新しい視点を投げかけたいと思います。ほう、なんでしょ今日私たちはビットコインや Web3、あるいは AI 技術の発展によるテクノロジーによる分散化、つまり脱中心化の時代を生きていますよね。中央管理者がいなくてもシステムが回る仕組みが次々と生まれています。ええ。ブロックチェーンなんかはまさにそうですね。しかし、ここで立ち止まって考えてみてください。いくらテクノロジーの構造だけが最先端の脱中心化を遂げても、それを使う私たち人間の心が権力や富を独占したい、自分が全てをコントロールしたいという強いエゴに執着したままなら、真のユートピアなど訪れるでしょうか。非常に鋭い。それは無理でしょうね。ですよね。本当に必要なのはテクノロジーの進化を追いかけること以上に、私たち一人一人が2500年前の古代の哲学に立ち返って、心の中の執着や恐れを手放すこと。つまり、精神の脱中心化なのかもしれません。全く同感です。リスナーの皆さん、あなたは明日自分の属する組織、職場であれ、家庭であれ、で、どの権力を手放してみますか？ぜひ試してみてほしいですね。お聞きいただきありがとうございました。この内容が皆様のお役に立ち、何かインスピレーションを与えるものとなれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。